開会に先立ち、本日、傍聴者から傍聴申請があり、傍聴を許可していることをご報告しておきます。それでは日程第一、議案事項に入ります。議案第35号、教育に関する議案に対する教育委員会の意見聴取にかかる臨時代理の報告及び承認につきまして、子ども総務課長、説明をお願いします。はい、それでは、資料に基づきまして、ご説明させていただきます。令和6年第4回の、区議会定例会につきまして、提案された、教育に関する議案に対しまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、区長から教育委員会に意見を求められ、教育長が千代田区教育委員会の権限委任に関する規則第4条第1項の規定に基づき臨時に代理をして意見を申し出たため、同条第2項の規定により別紙の通り報告してその承認を求めるものとなります。今回ちょっと教育委員の皆様にちょっと意見を聞くいとまがなかったということもありまして大変申し訳ございませんが、教育長にご判断をいただいて本日ご承認いただければと思っております。議案につきまして、今回、第4回区議会定例会で、教育に関する議案が4件出ております。いずれも4番町公共施設の新築工事に関わるもので、第42号が建築工事、43号が電気設備工事、44号が空調設備工事、最後45条が給排水衛生設備工事の契約変更というものとなってございます。こちらにつきまして11月5日付で木口区長の方から教育委員会の方に意見聴取の方の書類が届きまして、その後同日付で、こちらにつきまして、下記の議案については異議ありませんという形で、区長の方に返させていただいたというところでございます。それぞれ議案の内容につきましては、4番町の工事請負契約の一部変更ということで、区議会の方に議決を有するものということで、この4件につきまして今回区議会の方にご提案を申し上げているというものとなります。説明は以上でございます。はい。説明をいただきました。この件に関しましてご質問等ありましたらお願いいたします。はい、またどうぞ。これ概算でやると大体 20% ぐらい増えてるんですけども、これは仕様変更があったんですか、あるいは昨今のその値上がりによってこのから増えたっていう、どういう形なんですかね。はい、加藤子ども施設課長。施設課長、すみません。前回の教育委員会でも少しご報告させていただきましたが、ご指摘の通りですね、一つは値上がり、インフレスライドと言われるものなんですけども、働かれる方のですね、お支払いする額を、物価上昇に合わせて増やしていく、その要素が一つございます。もう一つがですね、やはりちょっと働き方に関わる話ですが、働き方改革関連法でちょっと4月頃少し話題になりましたけど、トラックドライバーの時間外労働ですけど、最終版のそのやつでですね、トラックドライバーやあとその建設現場、それも適用になりまして、それでちょっと現場の働く時間を少し圧縮しなきゃいけない関係で少し工期が伸びると、それに伴って費用が加算しているということです。ありました。すいません。はい。そうすると主にその仕様変更とかそういう形ではなくて、要は値上がりによるっていうこと。はい、子ども施設課長です。はい、ご指摘の通り、主な金額に影響しているところはそういう値上がりと工期延長ですが、ただ工期の延長もですね、なるべく圧縮しようということで、若干設計の仕様もいじっているところはございます。はい、わかりました。ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい。他にご質問ございますでしょうか。よろしいですか。はい。それではこちらは議案ですので採決を取ります。賛成の教育委員
は挙手をお願いいたします。はい。全員賛成により可決されました。それでは日程第2協議事項に入ります。千代田区立学校施設使用条例施行規則の一部改正につきまして、子ども総務課長説明をお願いします。はい。ちょっと本日資料が間に合いませんで、大変申し訳ございません。本件について当初子ども施設課の協議案件として、ご提案をさせていただいたんですが、今回メールの方で、取り下げさせていただく旨をご連絡申し上げたところですが、昨日、区長部局、特に今回デジタルで、施設の方を予約できるものにできるようになるものについていろいろ出張所であったり、あとうちの文書法務を司る総務課、また子ども施設課、それで、子ども総務課の方でも協議の方を昨日行わせていただきました。協議をした結果、やはりちょっと規則改正が必要だということが分かりましたので、ちょっとその経緯について説明をさせていただければと思います。今回区民間との予約で使用する会館予約システムのリプレイスに伴って12月1日から学校施設においてもその利用手続きがオンラインで実施できるようになります。このことに伴いまして紙の申込書を前提としていた旧来の施行規則においてはオンライン手続きができるように所要の改正を行う予定でありました。しかし、その手続きを所管する区長部局と協議した結果、特に規則改正をしなくても、千代田区情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例っていうのが、簡単に言うとデジタル手続き条例っていうのがあるんですが、それにおいて紙の手続きとデジタルでの申し込み手続きを、同じように見なすことができるというようなものがありまして、それで対応が可能である旨の回答がありましたので、本件を協議事項から取り下げさせていただくという旨をご連絡を差し上げたところでした。しかし昨日の打ち合わせの中で、オンライン手続きが開始されることに伴って、これまで、利用申請や承認等の行政の手続きのプロセスがちょっといろいろ変わるということもありまして、ちょっとこれは規則改正必要だねということが改めて、分かりました。それなので、すみません、今回ちょっとまだ議案というか、協議っていう形でちょっと間に合っていないんですが、でき次第ですね、またメールの方で、皆様の方にはその協議事項の、この改正の内容について事前に次回の、教育委員会では、議案として提案をさせていただきながらそれでやらさせていただきたいというふうに考えております。でちょっと12月から先ほど言ったオンライン手続きの方が始まる関係でどうしてももう次回の11月26日の教育委員会でご議決を賜らないとちょっとその手続きが間に合わないということもありましてちょっと異例でございますがちょっとそういう形でやらさせていただきたいと思っております。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。経緯について説明がございました。これについて何かの時点でご質問があればお願いいたします。よろしいですか。本日は趣旨の説明ということになってしまいましたが、議案としての案文ができ次第電子メールで送りさせていただいて次回、議案として、出したいというふうに思いますのでどうぞよろしくお願いします。その時にまたご質問とあったらしていただければというふうに思います。はい、それでは日程第3報告事項に入ります。令和7年度学童クラブの入会につきまして児童家庭支援センター所長説明をお願いします。こちらの資料に基づきましてご説明させていただきます。また令和7年度の学童クラブの入会の申し込みの受付の時期が近づいてまいりましたのでご報告させていただきます。入会の対象となるお子さんでありますとか学童クラブの開設時間等の内容また費用面こういったところは特に変更がございません。
で周知につきましては11月20日号の広報千代田、あと区のホームページに掲載する予定でございます。で募集につきまして先日ご報告させていただきました通り、今回から区のポータルサイトでオンライン申請を開始するということで、そこが変わっております。受付は1月6日から1月31日までということで、その後ですね、決定は最後ございますと2月の21日にその第一次募集のですね結果を発送予定となっております。でその結果も踏まえまして第二次募集というのもその後のタイミングで行います。そういったところをもちまして今後進めてまいります。このポータルサイトにつきましては今最終の準備を行っております。混乱がないように円滑に進めていきたいと思っております。ご説明以上でございます。特に令和7年度よりの千代田区のポータルサイトでのオンライン申請できるということが大きなところかなと思います。以上の説明につきまして何かご質問あったらお願いします。はい、長崎にどうぞ。はい、今更の質問です。この前学童クラブの視察に行ってで意外と毎日行くものじゃなくって利用日が限られているお子さんが多いような話を聞いたんですけれども、そういった場合でもこの育成料だとかおやつ代っていうのは月額この金額をいただくのかっていうことと、例えば、長期休暇中だと参加される方が多かったり長い時間学童クラブにいる時間が多いんですけれどもこの金額でやっているのかとか、そのあたりをすみません教えてください。はい、じゃあ吉田氏お願いします。そうですね、育成料とおやつ代は定額で、いただいておりますが、もし休会っていうんですか、何らか訳あって、お休みする月ですとかがある場合、事前にご申請いただきますと、この育成料ですとかおやつ代はいただかない、またはその状況によってご返金というんですか、そういうような対応を取っていると思います。わかりました。ありがとうございます。月1回使用すると発生するという。そうですね。その届けをいただかないと発生してしまうと。結果的に全部お休みになった場合っていうのは、そうですね。申し訳ないんですけどいただいているという状況ですね。はい。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。はい、はい、水野にどうぞ。すいません、私も今更のようなんですけれども、学年が上がっていくとこの、決定基準表の指数っていうのは落ちるというのか、あれなんですか、入りにくくなるということでしょうか。はい、吉田氏。はい、指数のそうですね、計算の仕方としまして、学年が低い方が点数が高くなるように、どの自治体さんも同様だとなっておりまして、なのでその分学年上がりますと比べていくとそうですね、低くなるということになります。私も先日見学して、聞いて、どこかの学童クラブはやはり高学年は入れない状況だったような気がするんですけれども、やはり希望者が多くて上の学年はあまり行けてないのかなって思ったんですけど。校内にねあるとか、そうですね。学校内の学童クラブ、また同じ建物に入っているクラブですとやはり低学年のお子さんがそこに行かせたいというご家庭多いかと思います。そうすると比べてしまうとどうしても高学年のお子さんは入りづらくなるという状況でございます。大体希望が高学年の方は少ないと思うんですけれども、希望されている方で、じゃあ近隣の学童には入れている状況ではあるんでしょうか。吉田所長。はい、そうですね。高学年のお子さんでもご利用されている方いらっしゃいます。ただなんていうんですか、場合によって児童館の通常のご利用ですとかで大丈夫だっていうご家庭も多いので、そこはなんていうんですかね、ケースバイケースではあるかと思います。わかりました。ありがとうございます。他にございますか。児童館での利用で間に合ってるっていうか、そういうご家庭も家庭もいらっしゃるんですね。最初入ったんだけれどもやはり使うペースが少ないので、なんかお金を払うのもちょっともったいないからというご家庭もそういうこともねあるし、よろしいでしょうか。はい。他になければ続きまして、令和7年度千代田区立九段中等教育学校入学者決定に係る実施要項につきまして学務課長説明をお願いします。資料はなしでございます。はい。九段中
中等教育学校入学者決定に関する実施要項につきまして、令和6年度要項を一部改正して、令和7年度要項として改めましたので、そのご報告をいたします。今回の主な改正点としましては、出願方法の変更でございます。これまで出願方法は、区分 A である区民枠は窓口への持参、区分 B である都民枠は郵送による受付としておりましたが、いずれもインターネットでの出願方法へ改正しております。入学者決定までのスケジュールですが、12月の19日からインターネットでご登録いただいた後、年明けて令和7年1月15日までに必要書類を郵送していただくという形で出願受付をいたします。2月3日に適正検査を実施いたしまして、2月9日に合格発表というスケジュールになってございます。学務課からのご報告は以上です。はい、インターネットでの出願ということで、はい、それが変わってきたということですね。はい、ご質問ありましたらお願いいたします。はい、長崎の。もう絶対にインターネットで紙ベースでの申し込みは受け付けない。学務課長。はい、直接学校に紙で、持参という形につきましては学校の方に九段中等教育学校の方にご相談いただくという形にしております。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ必要形式。原則は今学務課長が言った通りネット出願なんですけれども、ネット環境がないと使用がある方については紙で窓口で申請していただく方向で方向っていうかやるということで、行われていると思います。そういう環境にない家庭については紙でもいいということさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、続きまして令和5年度中学における児童生徒のいじめ不登校の実態、概要につきまして指導課長説明をお願いいたします。はい、指導課長です。令和5年度における、児童生徒のいじめ、不登校等の実態につきまして、文部科学省の調査結果に基づきまして、ご報告いたします。まず、いじめの状況についてです。こちら、資料の上の表をご覧いただければと思います。小学校におけるいじめ認知件数の推移といたしましては、令和4年度の28件から令和5年度の32件と増加しております。また、小学校のいじめの解消率については 78.6% から 68.8% と低下いたしました。中学校中等教育学校におけるいじめ認知の推移では令和6年度の6件から令和5年度の14件と増加となりました。また、いじめの解消率につきましては 66.7% から 71.4% 上昇いたしました。いじめの対応は冷やかしやからかい等の言葉によるものというのが最も多く、次いで軽くぶつかられたり遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりするという順になっております。いじめの発見のきっかけといたしましては、当該児童生徒の保護者からの訴えが最も多く、次いで本人からの訴えという順になっております。いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向けた取り組みとしましては、ふれあい月間の実施、生活指導主任会等でのいじめ認知に関する確認、フレンドシップサポート事業におけるスクールカウンセラーと、担任が協力した命の大切さに関する授業の実施、あとスクールライフサポーターによる丁寧な看取り等を行っているところで、いじめ防止対策推進基本法におけるいじめの定義に基づく適切な認知ができるよう努めているところでございます。また、いじめの解消に関しましては、いじめにかかる行為が止んでいる状態が3ヶ月経過すること、
被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこととし、学校と共通認識を持って安易に解消とせず慎重に対応することを求めているところです。続きまして、不登校の状況についてです。資料の下の表になります。小学校における不登校児童の推移は、令和4年度の44名から令和5年度の32名と減少いたしました。出現率についても、令和4年度の 1.4% から令和5年度の 1.0% と低下しています。中学校中等教育学校につきましては、不登校生徒数の推移は令和4年度が68名、令和5年度が67名と1名の減少。出現率については 5.5% から 5.7% と上昇したものでございます。また、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程では、昨年度に引き続きまして学年に上がるにつれ不登校児童生徒数が増加している傾向です。不登校要因は小学校では不安・抑うつが一番多く、次いで学校に対してやる気が出ない、生活リズムの不調という形になっております。中学校中等教育学校では不安・抑うつが一番多く、次いでいじめの被害を除く友人関係をめぐる問題というふうになっております。不登校の未然防止にあたってはハイパー QU の実施や、学級経営支援アドバイザーを講師とした分析、またスクールカウンセラーによる小学校5年生、中学校1年生、中等教育学校1と4年生の全員面接等を行っているところです。また、令和元年10月に発出された文部科学省からの通知、不登校児童生徒への支援の在り方についてや、令和5年3月に発出された文部科学省からの通知、心プランに基づきまして、不登校児童生徒への支援は、学校に登校するという結果のみを目標とするのではなく、学校、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、あと白鳥教室等関係機関が連携しまして、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立することを目指し、対応に取り組んでいるところでございます。本件についての報告は以上でございます。いじめ不登校についての報告がございました。ここにつきまして何かご質問ありましたらお願いします。いかがでしょうか。この小学校のいじめの増加というよりも増加っていうのは学校の方で認知をしっかりしたんではないかってよく言われるんですが、解消が令和5年の時に小学校は低くなってるんですが 10% ほど、これについて何か原因とか分析されたことをちょっと人が長官です。今認知件数につきましては、しっかり把握していじめの定義に基づいた認知というところで増加していくっていうのは、これは古い傾向ではないというところです。あと解消につきましても3ヶ月というところで目安としていますが、より慎重な対応というところを求めていますので、3ヶ月が経過したからといってすぐ解消というような安易な判断はしなく、しっかり継続して見ていく、様子を見ていく、また子どもたちから保護者から、本当に大丈夫かっていうところを確認した上での解消としているところですので、そういった意味での解消率の低下というところはあるところです。なのでプラスで多少捉えてもいいかなと思っております。件数解消率、私はやっぱり一番は重大事態に発生しない対応が一番大事だと思うんですが、その辺はどうでしょうか。指導課長。まさにおっしゃる通りで、重大事態にならない対応というのが大事でして、そのために早期発見、早期対応というところは大事なところかと思っています。重大事態につながらないように、しっかりとしてですね、安易に先ほどの解消もそうですけども、安易に判断せずにしっかり見て
いろんなと、いじめに対する対応の仕方というのも、ございますので、そちらしっかり学校が行っていくっていうところが大事です。また合わせて関係機関とも連携しながら、行っていくことで、その重大事態の、発生というところも防いでいきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございます。いじめ不登校について何かご質問ございますでしょうか。はい、じゃあ長崎。不登校のグラフの方で6年度の9月末の情報が出てるんですけれども、5年度の9月末と比べてどんな感じですか。指導課長お願いします。小学校が19件、中学校が22件になっています。はい、小学校そうすると、昨、1件ちょっと増えてる感じですね。中学校少し10件ほど増えてる形になっています。わかりました。はい、すみません、ありがとうございます。よろしいですか。はい。いろいろ学校回ってると、かなり不登校についても、スペシャルサポートルームあたり、またそこから教室に入ってるとかいう話は、訪問時よく、教育委員会訪問で聞くんですけども、今年かなり不登校対策に力を、入れているんですけど、その辺でやっぱり効果的な教育委員会の施策として、分析としてどんなことが今の時点で上がってますでしょうか。はい、指導課長。今おっしゃったように今不登校対策として大きく柱として4つやっているところなんですけれども、その中でスペシャルサポートルーム、今お話あったスペシャルサポートルームの運用というのは各学校数かなり進んでいるところでして、実は拡張教室も利用しながら実はスペシャルサポートルームを同時に利用しているってお子さんも中にはいます。なので多様なその居場所っていうところではかなり進んでいて、学校に対して復帰というよりも教室に学校に足を向けるっていうか、そちらに向かっていくっていうお子さんが少しずつ増えている現状はありますね。当然昨年度不登校だったお子さんの中でもスペシャルサポートルームを利用することによって教室に入れるようになったという報告も何件か受けていますので、そういった意味でのしっかりした活用ができているかなというふうに思っています。で、拡張教室に関しましても登録者数が昨年度より4割増でになっている状況ですので、そういった意味でもいろんな場所での学びっていうところが進んでいるかなというふうに思っています。またフリースクールとの連携っていうところも実は柱としてやっているんですけれども、そのフリースクールとも、つい先日ですね、連絡会を行いまして、今それぞれフリースクールでどのような学習をやっているのかと、どういう生活をしているのかというところを、共有できるような体制をとっていますね。まさにこれからそのあたりもよりしっかり体制が整っていくと、学校とまた関係機関との連携が深まって、こういう不登校のお子さんというところに対してもしっかりした支援が整うんじゃないかなというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。他に質問はよろしいですか。はい。それでは日程第4その他事項に入ります。教育委員会行事予定表広報千代田12月20日号につきまして、子ども総務課長説明をお願いします。はい。それでは、行事予定表につきまして、ご報告させていただきます。ご覧の通り11月12日から、12月13日までの予定を記載してございます。今回は11月19日に連合音楽会が墨田トリフォニーホールで行われますし、それから11月29日には昌平小学校幼稚園の研究発表会ですね。12月6日に秋じゃないですね、もう冬ですね、学芸会などのイベントが小学校幼稚園の方で行われるというところでございます。予定表の方は以上でございます。続きまして広報原稿の方もご説明申し上げます。今回11月20日号の広報原稿でございますが、児童家庭支援センターの方で先ほどご説明があった学童クラブの入会案内が3番に記載されております。それ以外、子ども部からは4件でございます。
それから障害学習スポーツ科の方が6件と、計10件の広報原稿という状況でございます。説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。まず教授予定の方いかがでしょうか。研究発表もございます。はい、よろしいでしょうか。はい。それでは今日委員さんからの情報提供ってのはございますか。何かよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ本日の教育委員会は以上をもちまして閉会といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。